はい、皆さん、こんにちは。今日の計算と情報科学の講義を始めていきたいと思います。私は、講義を担当させていただきます、情報学群情報科学類の鹿野豊と申します。よろしくお願いします。ということで、早速始めていきたいと思います。今日の計算と情報科学の講義に関しては、何をやるかと言いますと、量子ビットについて学べることをやっていきたいと思います。ただし皆さん、これまで、量子ビットって言っても、このまずビットというものが皆さん初めて聞いたのかもしれないという方もいらっしゃると思うので、ビットというのは、情報のを表す、なんか単位みたいなものだと思いますので、まあ、それについて今日は勉強していきたいと思います。で、これをどのように表現するかとか、そのようなことをやっていければなと思っていて、今日の私の担当は、情報学群、先ほども紹介しましたけど、情報学群、情報科学類の豊かと言います。で、もし、何かご興味があったり、質問等あれば、ここのメールアドレスにお願いします。で、教室は 3F 等の911というところにありますので、まあ、こちらも何かの際にあれば、よろしくお願いいたします。で、今日の授業の内容は、物理学と情報科学には実は関係がありますよという話を今日は理解していただきます。情報科学。特に、まあ、ここで言うと、計算機ですね。というのには、古くから実はのつながりで、今日は理解していただければと思っております。ということで、今日のアウトラインですけども、今日のアウトラインにはですね、どのようなことをやるかと言いますと、まず1番目に、ビットというのは何だろうかということについてお話をします。で、ビットの実装方法についてお話をした後に、なぜこれを量子力学的に扱わなければならないかということについてお話をしたいと思います。で、マナバの方に一番最後に課題の方を置いときますので、そちらの方ご参照いただいて、成績評価についてはそちらで行いたいと思います。ということで、まず早速やっていきましょう。で、まず最初は、量子、ビットとは何かということです。まず、1。で、皆さん漠然と情報を表す範囲と聞いて、まず情報
表す範囲で、範囲とか、まあ、表現形式のことで、その表現形式としては二進数を採用している。で、二進数表記というのは何かというと、どこかでやったかもしれない。0と1の数字しかない。で、まず簡単に具体例を2つやっていきたいと思います。具体例1は、10進数の数字です。まあ、我々がよく知っている数字というのは10進数なんですけど、の数字というのがまず一番最初の例でして、10進数の数字としては、例えば、まあ、0とかっていうのは、まあ、ありますけど、まあ、0というのはちょっと難しいので、やめて、何でしょう。0でいいか。0を10進数表記して、それに進数表記しても0です。1っていうのを10進数表記してあげると、1というふうに表現します。2っていう表現は、ここから10進数表記と2進数表記変わるところですけど、1、0と表現します。3はどう表現するかというと、10進数では3というのは、こういうふうに、2進数で11という。このように、何か個数ですね。これは4個を表すんだったら、これは4個。これ4個ですね。4個に対してこっち側は、2ビット列必要です。で、じゃあ一般にここが N 個になったら、N 個の数字を表したいと。10進数で N 個の数値まで表したいと。10進数でね。そうすると、じゃあ何ビットの列が必要だろうかということを考えていただきたいと。で、まあ、ここをどうすればいいかっていうと、アディショナルに00と01というふうにすれば、この4種類は全部分けられるわけですね。で、なので、同じように考えてあげると、ここはどれくらい必要かっていうと、N が、まあ、仮に2の N 乗個だと、ここは N ビット列。になります。というふうに、まあ、計算をしていて、まあ、N 個のビットの列さえあれば、このビット列さえあれば、まあ、我々いろんなものを表現することができます。で、一般にもう少しですね、よいしょ。これの拡張ですけど、よいしょ。これの拡張として、まあ、もう少し考えてみましょう。2番目の事例としては、じゃあ文字っていうのはどうやって絡む？文字列ですね。文字列、例えばアルファベット。アルファベットは26文字ありますけども、アルファベット A、B、C、E、って言って G まであるわけですね。で、これを表現するためにはまた同じようにしてあげて、で、これは26個あるってことは、N ビット列があるためには、どうすればいいかというと、N を、5にしてあげると、5とすると2の5乗で32というふうに、32個表現することができますから、じゃあ5個の、こういう値の割り振りをしてあげればいい。0、0、0、1、0と。で、あと以下、点というふうにしてあげると、まあ、これは違う
5個ずつ数字を2ビット列を区切ってあげれば、これはアルファベットの A だなと。例えば、0、0、1、0、0、0、0、0、1、0。っていうふうにすると、これは、まず001、これはやらないとダメですね。0、1、1。で、D、E は0、0、1、0、0というふうに表記してあげると、E で、C というふうになりますね。で、こういうのは一つの、定専門用語的な符号化と。何か符号、ある表現のものを別の二進数の列に変えてあげて、その別の二進数の列のものを元に戻してあげる。これ、脱符号化とか、複合とか呼んだりしますけど、そうすることによって我々は文字として認識できるものになります。こうすると EC みたいなことができるわけですけど、こんなことができていて、この0と1の数字の並びのこと、つまり0と1の数字の列のこと。列で、を、我々はビット列というふうに、これから呼びます。で、これを駆使することによって、足し算をしたり、掛け算をしたり、そういう基本的な操作をすることによって、計算ということが、実際にできますし、我々文字を何か処理したいっていう時も同じ操作を、同じその計算というものの操作をしていくことによって何でもできるというのが、いいところです。ということで、次の話に行きたいと思います。で、ここまでは良かったですけど、じゃあこれを今度は2ビット列を表現する、実装する方法ですね。すみません。で、別にこんなものはどうでもよくてですね、例えばビット列として0101、00101っていうのがあったとし、そしたら、なんか人間を5人持ってきてあげて、で、これはどういう表現をしてるかというと、手を上げている人と手を下げている人。下げてたら0、手を上げてたら1。手を上げる、下げるというので表現してあげました。こんなこともできますし、あとは何か箱みたいなものを用意してあげて、5つの箱を用意してあげれば。そこにボールが入ってる。この表現は、ボールが入ってるものを1、入ってないものを0というふうに読んだりすればいいわけです。それで、人間、こういうのを機械的と我々表現してるんですけど、機械的に、どう表現することも可能です。ですが、これだと、人間を手上げたり下げたりするのは誰かが、はい、じゃああなた上げてください、下げてくださいみたいなことをやらなきゃいけないんですけども、これはめんどくさいですし、弾が入ってる入ってないってやるとですね、その弾を動かしたりするのは人間の手でやらなきゃいけなかったりしますので、これをするのはめんどくさいというふうに思うわけです。じゃあこれを、機械
的な部分を少なくしたいと思うのは、まあ一つ誰しもが思うことでしょう。で、そこで生まれた発想としては、これを電気回路、電気とか、まあ、電子とか言いますけど、この2つの区別はもう少し専門的にならないとわからないと思いますが、回路で表現したいという要求が上がってくる。今日はそれについてお話をしたいと思います。なので、ここからはある程度、電気回路とか電子回路のお話になると思ってください。で、まず、電気回路で、この1とか0とかっていうのを表現するのに、一番簡単な方法はこういうものです。この記号は ARS という記号で、まあ基本的に何も電源が刺さっていなければ0ボルトになっています。で、0ボルトになっているところに、まあ、行くと、まずここに電源が入る。で、今電源は今日のお話の中で全部5ボルトだというふうに思いました。そうすると、ここは5ボルトになっています。で、ここは繋がっていないので、ここは0ボルトになっている。で、この5ボルトのことを我々は今1だというふうに思って、0ボルトのことを0だというふうに思いました。じゃあそうすると、これつなげたとき、カチャッとつなげたらどうなりますか？間違えちゃった。すいませんね。どうなるかっていうと、ここ5ボルトですし、こっちも5ボルトなので、これは1、1というふうになっていくわけです。こうやって情報を進めたり、まあ何かできたりするわけですけど、じゃあこれ合わせたときにどうなるかみたいなことを、まあ何かやりたいわけですが、その時に便利なのは、論理計算と言われる、二進数での計算というのは何かって言いますと、論理回路というもので表現されます。で、今日全部はやりませんけど、まあ皆さんやったことがあるかもしれませんが、これはなんか心理表とかで勉強した。なんか対偶とか逆とか、まあいろいろやったと思いますけど、なんかそういう論理みたいなものを使うと、まあ文字列みたいなものの処理みたいなものもこの論理回路上で表現できるということがわかりますし、まあ何でも計算だということがわかります。実はまあこういうことも勉強するのは情報科学類での授業の中でそういうことがあるわけですけども、まあ一つこういうものの中で0が1になるということは何を言ってるかというと、まあ、ビットが反転するという作業です。ビットが反転する回路のことをノット回路と言います。で、これはどういうオペレーションかというと、0が入力されたらアウトプットは1になり、1っていうインプットが入ったら0になるという、そういうものだと思います。というものと定義します。で、そうすると、このノット回路っていうのを電気回路上で表現したいというふうに思うんですけど、で、まず少し表現を変えますが、で、まずこうですね。まず回路を書いていくと、こんな形の回路です。で、で、ちょっと今何が起こってるかわからないかもしれませんが、よいしょ。で、ここにフォイルというのがあります。
どういうことをするかと言いますと、ここに電源を挿します。で、また5ボルトにしておきます。で、ここに抵抗というものを入れてあげて、で、抵抗というのは、レジスタンスの略なんですけど、抵抗があると、電圧を、V イコール RI。これは電流です。抵抗があるところに電流が流れると、電圧というものを生みます。で、まあそういう素子なんですけども、ここに今5、この状態は今、下の方は何も関係ない。なんでかというと、ここ、アースにしてるんですね。何も入っていないので、もしこのままの状態だったら、ここ5ボルトで、ここも5ボルトになる。なんでかというと、何も電流は流れずに、ただ単にこの白い丸のところに5ボルトがかかるだけです。ですが、もう一つ。これ、で、その時になんかここの怪しげなパートがあるんですけど、この怪しげなパートを勉強していきましょう。怪しげなパートは何かと言いますと、この怪しげなパートですね。よいしょ。で、ここに磁石がついていて、で、こうなってる。で、もし、ここ、5ボルトだったとすると、ここに電流が流れます。で、アンペールの法則という法則が物理にあります。これは物理の電磁気学の法則です。の一つですけど、そのアンペールの法則が働くとどうなるかというと、により、コイルは磁石になる。簡単に。磁石と同じ効果を持ちます。そうすると、電流流れてるのに磁石が働いているので、こいつとこいつが引き合います。つまりこっちに。なので、こいつは最終的にパタンと設置すると。まあ、これは、磁石とバネ。ここにバネがあるんですけど、を使って、スイッチを作ります。しかも、電源がオンの時とオフの時です。オフの時はどうなってるかと言いますと、電流流れていないので、こいつどうなるかって言いますと、このままです。最初の位置に戻るように。だからバネと一緒ですね。元に戻るようにしてあると、こいつでスイッチになるわけです。まあ、磁石とバネだけでスイッチを作って、このオンオフは電圧で制御する。ということで、そうすると、まあ今の
ことから、よいしょ、上のことをやってみたいと思います。で、まず、何もかかってないときは、ここは0ボルトだった。0ボルトだったわけですけど、もしここが5ボルトだったら、5ボルトだったら、こっちはこういうふうに電流が流れて磁石ついて、アースと一緒になってしまうので、これは0ボルトとして表現されている。つまり、5ボルトのことを、ここからの結論は5ボルトのことを1と表現して、0ボルトの時を0としてあげると、まあ、さっき言ったように、ノット回路、0が1になり、1が0になる。こっちをインプットだと思って、こっちはアウトプットだと思うと、まあ、ノット回路というものができます。これが一番代表的な話ですけど、まあ、ここで唯一疑問になるのは、まだこれは機械を使ってるじゃないか。この磁石とバネを使っているので、ここが機械的じゃんと。そのご指摘はごもっともで、これも電気回路とか電子回路にしたいと。で、そうすると、実は、トランジスタと言われる、フィールドエミッションがエフェクトトランジスタ。フィールドエフェクトトランジスタというものの略で、トランジスタも実はまた略語で、トランスファーオブ、シグナルズスルーバリスタというもので、バリスタって何かっていうと、電圧によって抵抗が変わると。で、まあ、これを今からやりたいんですけど、まあ、これの略語で、1948年だったっけな。48年に、ジョン・ R・ パースさんという人によって名付けられて、その後、その後実装されて、1956年にノーベル物理学賞がノーベルプライズ・インフィニックスですね。ノーベル物理学賞が、贈られました。で、それを作った人たちの名前を取って、ジョン・バーディという人と、ちなみにこの人は2回ノーベル賞をもらってますけども、このジョン・バーディさん。ワルター・ブラッテンさんっていう人と、この2人は、非常に重要なある方において、重要な貢献をして、もう一つの方について、ショットキー、ショックレーなので、ショット、ショット、間違えちゃった。ショックレイさんという人は、この3人が
1967年にノーベル物理学賞を受賞しました。まあ、このフィールドエミッションエフェクトトランジスタの実装について、まあ、この2つの方式があるんですけど、1つの方式はこっち。ショックレー型っていう型と言われているトランジスタを作ったのが、まあ、ショックレーさんなんですけども、それについて少しだけご解説をしたいと思います。それはどういうものかと言いますと、電圧を、これは半導体と言われている、皆さん聞いたことあるかもしれませんけど、半導体と言われているものを使います。で、半導体を2つ合わせるということをするんですけども、ここに電圧がかけられる端子を3つ使います。で、まあ一番簡単な接合形式はこんな形になっていて、P が全部を埋めていなく、ものを全部埋めていなくて、ここは、ね、電気がスー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 流れているというような、まあ、なんか N っていうのは N 型半導体っていうのは電子をキャリアにしていて、P 型半導体というのはポールと言われている。まあ、これは半導体を勉強するとこういうことがわかるんですけども、そういうものを流すような媒体になっておりまして、この N 型半導体は、まあ、P 型がまだここにいると、ここに電圧が0の時ですね。0の時っていうのは、まあ、基本的には電子は通通に流れてくれるんですけども、もしここに電圧をかけたらどうなるかというと、ここに5ボルトの電圧をかけたとしましょう。そうすると、ここに空房層と言われているものがある。で、それは常にできているんですけども、この空房層によって N 型というのは電子が電子はと通りにくくなります。なかなか通らなくなってしまって、電気が通っているときは、こいつは、まあ、電気を通す。こっちは、電気を通す。で、こうすると、この半導体をまあ結合した、この PN 結合素子とか言いますけど、まあ、こういうものをうまく用いると、まあ、実はスイッチも、これは電気通す、通さないので、こっちはオン、こっちオフの状態を作ることができる。つまりスイッチ素子をフィールドエフェクトトランジスタで実装することが可能です。なので今のコンピューターの中にはほぼ機械的な部分というのは少なくなってきていて、電気回路のこの集積電気回路だけでうまくいくということが分かっています。で、これが一つ目。まあ今までのお話です。で、もう一つ考えたいのは、ここから考えたいことですけども、まあ今ノット回路やりましたけど、ノットだけで本当にいいのかっていうと、そんなことはなくてですね、よいしょ。アンド回路というのがあります。で、アンド回路というのは、この二進数での計算上で非常に重要な役割を示してくれていて、まあどういうふうに実装するかと言いますと、まずこっちを説明し、まあいいや。こういうふうになります。で、このなんかよくわからないこの素子を、また上に少し解説したいと思います。で、先ほど、半導体を2つ合わせると言いましたけども、同じように半導体を2つ合わせてあげた素子にダイオードというものがあります。整流器と言われているやつ。で、これは英語にするとダイオードと言われているやつで、皆さんよく知っているのは、ライトエミッティングダイオード。
これは、まあ皆さんよくご存知、LED で、整流作用というのがあります。で、物理的に書きますと、P と N がこういうふうに結合している状態のことを言っておりまして、P から N には流れますので、この記号で言うと、こんなふうに書く。これは向きも一緒です。よいしょ。で、先ほど、なんかホールとエレクトロンっていうのが、まあ、なんか、電子っていうのがなんか流れるんですけど、まあ、これは逆向きの方向に流れているということが知られていまして、まあ、これはどちら側の向きではうまく流れて、どちら側の向きかではうまく流れないという素子です。で、これ、まあ、いわば、向きのある抵抗だというふうに、抵抗だとみなすと、簡単に理解できます。で、まあ、電気回路をや、この論理演算をやる上では別にそんなに、右から左の時には電気が通に流れるので、抵抗値が低い。2オームぐらいだとしましょう。左から右に流れる時は998オームぐらい。で、実際にはどういうふうになってるかって言いますと、右から左のことを、こっちを順と言います。順方向で、こっち逆方向と言いますけども、実際にどうなってるかというのを少しだけ書くと、よいしょ。電圧をかけたときにどれくらい電流が流れるかというふうにすると、こっちを順方向、こっち逆方向にかかる電圧だと思うと、こうし、どっかですごく長いときには、これはブレイクダウンという。もう、完全に、いろんなところが吹っ飛んでしまって、これはもうほぼ壊れてしまうみたいなところですけど、まあ、こんな形の電流と電圧の、関係性というのが知られていますので、で、その時に、まあ、今、テンタティブには5ボルトぐらいしかかけてませんので、まあ、この辺ですね。この辺か、この辺か。つまり、5ボルト、こっちに5ボルトかけたときにどれくらいになるかというと、電流の値は逆向きですけど、電流の値が全然違うと。じゃあ、つまりどういうことを言ってるかというと、まあ、抵抗の値がものすごく大きく違うというふうに考えていただくのが一番簡単であろうというふうに思います。で、その時に、まあ、このアンド回路っていうのをやっていきたいわけですけど、これ、もし0ボルトで0ボルトだったら、ここは0ボルトになります。で、同じように、今度は2つが5ボルトだったとします。5ボルト同士だったら、これはなんか電圧を硬化する要因がないので、まあこうなりますけど、次からが少しトリッキーです。こっちが0、5ボルトで、こっちが0ボルトだと思うと、どうなるかっていうと、少しだけこっち側に、こっちに少しだけ電流が流れてくる。で、こっちからこっちには2オームあって、こっちからこっちには98オームありますので、まあ、大体これを計算してあげると、998オーム分だけ、ここで電圧を落とさないといけないとか、まあ、いろいろ計算すると、ここの電圧というのは、まあ、中学の並列計算ですね。つまり、ここに5ボルトあって、ここに998オームあって、ここの電圧知りたくて、ここに、2オームある素子があったとしましょう。で、これがこういうふうにつながってたとすると、ここの電圧いくらみたいな。
問題ですけど、まあ、この問題を解くと0.01ボルトというふうになるかと。つまり電流の値が一致していて、電流の値が一致しているのは998オームかける I というのと2オームかける I というのは一致してて、それが5ボルトになるという計算から、I が出ますね。で、1000分の I で I ボルトというふうになります。で、I は、ここはオームですね。オームですね。で、ここオームなので、1000オーム分の5ボルトというふうになって、ここにしてあげると、50にしてあげると、こっちはかけ2になって、1個消えて、5.0×10 のマイナス3乗アンペアというふうになります。で、10のマイナス3乗アンペアっていうのを、どっち側から数えてもいいですけど、2オームかける10の、間違えましたね。5.0 かけ10のマイナス3乗アンペアというふうにしてあげると、これが、10のマイナス2乗ボルトというふうになりますので、今ここだけやりましたね。これをここで計算しましたけど、そうすると、ここの電圧っていうのは 0.01 ボルトというふうになります。で、同じようにしてあげると、これ、今度は5ボルト、0ボルトにしてあげると、ここは 0.01 ボルトというふうになります。で、0.01ボルトは、まあ、ほとんどもうゼロだというふうに思っていいだろうというふうに、まあ、ばっちり決めてあげると、ここはゼロだと。で、1がインプットされたときには、11っていうのがインプットされるときは、アウトプットに1が出て。すいませんね。で、アウトプットに00と、インプットに00というのが来たときは、0が出るという、そういう素子になっているはずだと思います。ということが確認できます。で、これをまとめますと、インプットは2つあって、インプットは0か0、1か0、0か1、1か1っていうふうになってて、で、アウトプットは1番目、2番目っていうんですね。00が入ったときは0でしたと。10が入っても1でした、0でしたと。だこういう感じですね。で、こういうものを実はアンド回路というふうに呼びます。で、ちょうどこれは何か掛け算みたいなことをやってますね。で、A と B という入力に対して、これは AB というふうに何か返してあげる。そんなような演算のことになっている。なんでこれがアンドなんだよとか思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあこういうものです。まあこれと実はノット回路さえあると、実は全ての計算をすることができます。で、アンド回路。足す、実はノット回路というものを使うと、これは難度回路と言われているものが作れるんですけど、で、計算機、計算のすべてを、正確に言うと論理計算のすべてを表現することができる。で、まあ実はこういうことをして、
あげると、先ほどのスイッチみたいなものをうまく組み合わせてあげれば、この計算っていうのは全て表現することができますので、計算機というのが、これでデジタル計算機というのができる。で、実際にできたのは、大きいのができたのは1946年とかですけども、これっていうのは、を指摘したのは、1940年とか、ちょっと時期に関してはちょっといろいろ紆余曲折ますが、クラウド・シャノンという人が、MIT の修士論文で、したことです。ですので、皆さんがお使いのコンピューターというのは、この人の修士論文の上にあると言っても過言ではございません。で、これを使うことによって、計算機というものが実際にできる、電気回路だけでできるんだということが分かり、電気回路で実際に作られていったということが歴史上あるわけです。で、皆さん、ここまで、計算機がなんか物理的な実装、つまり電気回路によって実装されたということを理解していただきましたけども、よいしょ、かな、よいしょ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 。で、じゃあ、次のセクションで、もう一つの実はコンピューターには重要な性質があって、それは何かというと、計算するまで待つということが必要なので、情報を蓄えるということが必要。蓄える。で、情報を蓄える素子のことを実は、電気回路上には実は、電気回路で、これが実はすごく重要な、我々にとってはすごく重要な性質ですし、すごく身近にあるんです。それは単に金属の板を、これ金属の板です。どちらも。で、金属の板を2つ、平行じゃなくてもいいんですけども、こういうふうにサンドイッチにしてあげると、これはコンデンサーというものができます。で、コンデンサーの由来は、これはドイツ語でして、英語ではキャパシターと呼びます。だから、キャパシターと呼んだり、コンデンサーと呼ばれても、同じものを示してるんだなというふうに思っていただいてよく。で、コンデンサーというものは、このキャパシターのうまい性質は、この金属の板を単純に、2つでサンドイッチしてあげるという性質を持って、で、ここに電池をつなげる。そうするとどうなるかというと、ここに行き場を失った電子ちゃんたちが、ここにうようよといると。で、もう片一方には、それの相方ちゃんがいて、それで引き合ってくれるが、これが距離が近いがゆえに引き合ってくれていて、ここから、基本的に電子が逃げないということが、ミクロスコピックな平等では分かっています。で、じゃあ、一体ここに、どれくらいの電子が溜まってるだろうかと。
という話が、まあ当然気になってくるわけです。で、今の観点で見ますと、ちょっと電話が鳴ってますが、まあ、それはさておき。このコンデンサーは、高校の物理でやるかと思うんですけども、高校の物理で、まあ、履修してない人もいらっしゃるかと思いますので、電気容量というもので定義できる。で、皆さん、なんでこんな電気容量みたいなもので勉強しなきゃいけないんだというふうに、もし勉強した人がいるとわかると思いますが、電気量というのは、これ電気量です。で、単位はクーロンというもので、電気量というのは C×V という書かれていて、今、このキャパシタ電気容量を10フェムトファラット、これファラットという単位ですけど、だとしましょう。そうすると、10フェムトファラットかける5ボルトなので、これ50フェムトクーロンというふうに。で、フェムトという数字はどういうことかというと、これ10のマイナス15乗の意味を表すセットでして、このフェムトってやつ。なんか皆さんミリとか、センチとかミリとかっていうのは、これ、単位セット語と言われているものでして、それの中にマイクロ、ナノ、ピコ、フェムトというふうに、まあ、ここから下は3桁ずつ下がっていますけど、まあ、その時に使うフェムトはマイナス15乗のことです。で、その電気容量がまあ分かったんですけど、じゃあ電気容量と電子の個数の関係ってどうなってるかというと、1クーロンと言われているものは、1.6 かける、間違えちゃった。1クーロンというのは、1.6 かけ10のマイナス19乗。まあ、正確に言うと、1電子は 1.6 かけ10のマイナス19乗クーロンになっています。まあ、もっと正確な数字があるんですけども、まあ、大体こんなもんでいいでしょうと。そうすると、ここの計算をまだ進めることができて、これ、1クーロンなので50かけるマイナス15乗で、なおかつ、1.6 かける10のマイナス19乗に。で、もうこれめんどくさい2にしてあげて、で、2にするとここで割れて25になって、で、25かけ10の4乗 E みたいな感じになるかな。そうすると、だいたい 2.5 かけ10の5乗電子ぐらい。だここの1フェムト、10フェムトファラットと言われている。これ、まあ大体、現在のメモリにあるぐらいのものですけど、まあ実はこうしてあげると、電子というものが10の5乗ぐらいまであります。で、10の5乗いることによって、電気が貯められるという素子です。で、まあ、どういうことをしているかって言いますと、よいしょ。こっちに書くと、まず、こうやって電子を貯めます。で、電子を貯めたら、まずここと、ここに実はこんな風になっていて、こいつをパカッとやっても、こいつには、ここには電子が
うようよと溜まっててくれるわけです。で、この溜まってる個数はだいたい10の5乗個ぐらい溜まってるわけです。で、だから 10の5乗個溜まっていたら、これを1だというふうに表現していて、そうじゃなかった、全部なくなっちゃったよっていうときは0というふうに、まあ、ほぼ0っていうときは、0個のときは0個だよというふうに表現してられる。だそうすると、まあ、ここをもう少し拡大してみると、今10の5乗項電子があって、で、まあ、たとえ10個ぐらいこっちにジャンプしたとしましょう。で、これはどういうことによるかというと、熱揺らぎとか、なんか雷とか、そんなもので簡単にジャンプすることができる。で、簡単にジャンプしてしまっても、別にこれって体勢に影響はないわけですね。だから10個ぐらい下のところに行ったとしても、別に何も問題がなくて、まあ、我々は普段の日常生活上何も、これでビットを反転するってことはできませんけど、これを10の5乗項を1個レベルにしたいと。で、こうすると、実は、量子力学的な力学の性質に従ってきます。で、そのことを、まあ我々は純粋に、これを量子ビットと呼びます。で、今まで PN 接合とか半導体でやってきましたけど、まあ、いろんな方式別に考えてもよくて、まあさっきみたいに人間みたいなものに、まあ人間とか箱とかいろいろありましたけど、まあ同じように、実は量子ビットもいろんな方式が考えられる。その方式として、方式が、いろんなものが考えられてるんですけど、一番代表的なのは、超伝導量子ビットと言われる。で、先ほど、まあ、1個レベルにしたいと言ってましたけど、これが1個ではなくて、1クーパーペアということなんですけど、で、これは正確には2個の電子です。電子の組のことを言うんですけど、ここ、まあ、先ほどのことをしてあげると、まあ、今みたいなことができる。で、まあ、発見したのは1999年、今現在理化学研究所っていうのにいる中村康さんとか、によって発見されました。で、ここで重要だったのは、ジョセフソン効果というで、ジョセフソン効果というのは先ほどの、半導体を2つ合わせるみたいなものの代わりに、を Z で、ここは超電導体です。超電導体というのは、抵抗がないものですけども、この超電導体、超電導2つ挟んであげて、真ん中に全体で挟んであげると、不思議な効果が現れますよというのを1962年に、ブライアン・ジョセフソンという人が発見しました。まあ、正確には提唱しました。理論的に。で、この人には、まあ、ノーベル物理学賞が1973年に
ノーベル物理学賞を贈られて、で、共同受賞者の中に、このジョセフソン工科の仕事ではないんですけども、5代目の我々の学長である、江崎先生。この時に同時にノーベル賞を受賞された。で、これが一つ目の方式です。もう一つは、代表的なものは、イオントラップと言われている方式でして、これは原子を箱に並べる。で、イオンって言ってるので、これはなんか電荷を持った。で、もう一つ、配合子型中性原子というやつで、これも同じように、同じく箱に、原子を箱に入れるイメージの、そんな形のものが、今は最近あります。で、もう一つの方法は、我々よく知っている、メモリとして、ハードディスクというのが。で、ハードディスクというのは、巨大な磁石になっているので、磁石っていうのは、いろんなものがこういうふうに同じ方向に、原子が同じ方向に揃っているというんですけど、これのうちの1個だけを取り出します。こういうのを電子スピンと。でこの電子スピンを使って、やろうというのは、量子ドット型とか、あとは、結晶中の血管とか、あとは何があるかな。こんなものがあります。で、これ別に電子じゃなくても別に良くないと。このスピンだけで良くないと。で、光のスピンというの。で、光のスピンのことを実は我々は変光と呼んでいる。で、変光というのは何かっていうと、皆さん3D メガネとかやったことが、遊んだことがあるかもしれませんけども、その右目と左目で違う変光板というのも入れています。で、そういうものを使ってあげる。この光のスピンをいじった。人一個一個の光に対していじってあげることによって、この量子ビットっていうのを実現させようみたいなアイデアがあったりします。で、今、どれがいいのかっていうのはちょっとよくわかっていないんですけども、これを使って、量子情報処理ということを、実際にやろうというふうに、実装が今、頑張ってやられているというのが今の現状です。で、ここまで来ると、量子ビットというのは、今なぜこういうことを考えなきゃいけないかというと、原子一個一個とかですね、今までは、原子の集団、とかく電子の集団ですけど、を取り扱う。で、技術が発展しました。けど、これからの時代は何かというと、これを原子とか電子を一個一個操る。間違えちゃった。操る技術が誕生して、で、ここに
物理法則というのを考えてあげると、による限界というのが必ずどっかである。で、まあ、これを探求していくというのが、量子情報科学という学問で、まあ、こういうことを、まあ、研究しているというのは、まあ、私たちが今やっている分野でして、まあ、今後、まあ、もし今日の講義を聞いて興味を持ったよっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、自分で調べてみていただきたいと思いますし、また、何かありましたら、私のところに連絡をしていただいたりしていただければなと思っております。ということで、今日の授業はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。